こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日のテーマは富裕層の都道府県ランキング。資産や年収、そのギャップの秘密を探っていくぜ。それでは早速始めましょう。まずは、資産。こっちのグラフから見てくれ。1世帯当たり純資産。この数値は総務省の家計調査から引用しているので、不動産を含まない金融純資産と考えてくれ。貯蓄から負債を引いた額ってこと？そうなんだ。全国平均を真ん中に、左がトップ5、右がボトム5だ。資産が多いのが、兵庫、奈良、東京、三重、京都なんだね。逆に少ない順に沖縄、青森、北海道、宮崎、秋田となっている。全般的な傾向として、関西と関東に金融資産が多く、日本列島の南と北で少なくなっている。この感じは貧困率と違うんだね。そうなんだ。南と北は同じなんだが、貧困率は中部や北陸が良好だったからね。資産家と貧困層が同居しているところもあるし、全般的に苦しいところもあるんだ。貧困率の時は、一人親世帯との関係が、すごく強かったじゃない？今回は何と関係があるの？こっちの散布図を見てくれ。1世帯当たり純資産と大学進学率？縦軸は今見た、1世帯当たり純資産で、横軸は大学進学率。黄色の点が各都道府県で、赤い線がその傾向を表している。日本の大学進学率は、だいたい 40% から 70% の間に広がっている。この分布と資産額は関係が深い。資産が多いお家だと、子供を大学に行かせてるってこと？そうなんだ。子供の学歴と親の年収という話がよく出てくるんだが、実は、親の金融資産との関係がはっきりしている。右上の相関係数は、0.7 あれば、強い相関があると考えていい。そうか、単純に貧しいから大学に行けないというより、貯金を貯めている土地では、子供を大学に行かせてるんだね。単純に貧しくて、大学に行けないケースも多い。ただ、子供を大学に行かせるために、不動産ではなく、金融資産に貯めているケースも多いかと思う。他にも、資産と関係している数字はあるの？こっちの散布図を見てくれ。1世帯当たり純資産と出来婚率？出来婚？これはウプ主も少し驚いたらしい。大学進学率以上に、出来婚率と相関が強い。関係はマイナスだ。出来婚しているところは、お金が貯まらないってこと？どういうこと？落ち着けレ夢ム。いろんなケースが考えられる。このデータでは、全国平均で 25% は出来婚なんだ。珍しくない。問題は子供ができた時、産めるかどうかだ。そうか、金融資産が少なくても、生活していける、ということは子供もなんとかなる。そうなんだ。金融資産額は農林水産業と逆の関係になっている。つまり、農業などで食べていけるところは、金融資産が少なくても生活が成り立つ。こういうところは、出来婚率も高くなる。ただ、農林水産業との相関以上に、出来婚と資産は逆の関係にあるんだけどね。資産家の息子や娘は出来婚しないというわけか。ちなみに、出来婚率が一番低いのは東京だ。それが、幸せなことなのかどうかも、考えないとだね。そうか、シングルマザーってこともあるしね。なかなか難しいね。他にも、富裕層を表す大事な数字があるのでそっちを見てみよう。このグラフを出してみる。年収1000万円以上世帯数？さっきは、資産。今度は年間所得だぜ。全国平均で、年収1000万円以上は、5.5% ぐらいだ。また、左がトップ5で、右がボトム5なのね。多いのは、東京、神奈川、福井、愛知、富山。少ないのは、少ない方から、沖縄、鹿児島、宮崎、青森、北海道だ。日本列島の南と北が厳しいのはさっきと同じだけど、多い方は随分違うんだね。すごくざっくりだが、こちらは、関西と関東ではなく、関東と、中部や北陸が強い。この感じは、前回の貧困率の動画と似ている。じゃあ、相関関係も、貧困率と似てるの？そうなんだ。まずはこの分布図を見てくれ。年収1000万円以上世帯数と正社員数？これは、貧困率とはっきり相関関係が出ていたやつだよね。そうなんだ。年収1000万円以上の世帯数と正社員比率は、相関関係も 0.8 以上で非常に高い。ちなみに、正社員の比率トップ5は、東京、福井、富山、愛知、石川だ。逆にボトム5は、低い方から沖縄、和歌山、鹿児島、奈良、青森だ。高いところでは 30% を超えるが、低いところでは 20% 程度。この間で、1000万円以上の世帯数に差が出ている。正社員は、40代から年収に差が出てくるって言ってたよね。そうなんだ。若い時は非正規雇用とさほど差がないんだけど、中高年になってから驚くほど年収に差が出てくる。正社員比率の高い、中部や北陸は、年収1000万円以上も多い。貧困率の時に、節々家庭比率と関係が深いと言ってたけど、ここもそうなの？そうなんだ。実は正社員以上に相関が強い。
こっちの散布図を見てくれ。年収1000万円以上世帯数と節星家庭数。相関係数がマイナス 8.7 もあるの？そうなんだ。これは貧困率以上に相関が深い。つまり、一人親世帯の多い都道府県は、年収1000万円以上の世帯が、ほぼほぼ少ないというデータが出ている。どちらも100世帯あたり、1割以下でしょう？でも、相関がはっきり出ているのね。これは因果関係というより、地域性と考えるべきだろう。離婚や一人親に抵抗感のある地域は、正社員が多く、そこから、年収1000万円以上も出てくる。家族と年収って関係が出てきてくるんだね。若い時はピンとこないが、既婚の正社員男性が、所得一人勝ち状態になっているという統計もある。子供の教育の平等というのは、なかなか難しいテーマなんだぜ。本当だね。最後に年収1000万ではなく、所得1億以上の富豪について見てみよう。こっちのグラフを見てくれ。所得1億円以上の世帯比率で、トップ5とボトム5なんだね。ちょっと、東京がダントツじゃない。そうなんだ。東京が多すぎて、おかしなグラフになっている。全国平均が上から4番目に来ていて、東京、愛知、神奈川、京都、大阪がトップ5だ。やっぱり所得1億円となると東京に集中するんだね。東京一極集中が、ここにもあるんだぜ。ところで、東京以外にも、今までと大きな違いがあるのがわかるかい？何？沖縄だ。本当だ。今まで、貧しい方で、突出していた沖縄がここでは出てこない。そうなんだ。出てこないどころか、沖縄は、所得1億円以上ランキングで全国8位だ。上から8番目なの？そうなんだ。突出して貧しい一方で、億万長者が結構住んでいるのが沖縄だ。高級リゾート化すると、こういう現象が起こる。地元の3割以上の人たちが、最低生活費以下で暮らしているのに、なんだか、おかしいね。確かにな。沖縄はいずれ、改めて取り上げてみよう。全体的な相関関係を見てみると、関係が深いのは、地価だ。地価？そうなんだ。所得で1億円以上ということは、その多くはビジネス経営者や成功者と考えられる。商業地の地価が高いところはそれだけ、それが賄えるほど、ビジネスが成功しているということだ。こちらの散布図を見てくれ。所得1億円以上と商業地基準地価？そうなんだ。一つだけ、右上に突出しているのが東京だ。本当だ。これだと、まるで東京のグラフじゃない？確かに、そう見えなくもない。ただ、東京を除いても、相関係数は 0.8 以上あるから、やはり、富豪と地価は関係が深いんだ。そうか、所得1億円以上の人たちが住んでいる場所は、地価と連動しているんだね。面白いのは、自動車普及率とマイナスの関係になっている。どういうこと？富豪はもちろん自動車に乗っているだろうが、地価が高いところは、人口密度が高く、自動車に乗る人が少ない。だから、億万長者の住んでいる土地は、自動車が普及していないということが起きるんだ。そうか、逆にみんな自動車に乗っているところは、億万長者は少ないんだね。この辺は、いかにも車産業が発展している日本の貧富格差という感じがするよ。本当だね。今日は、このぐらいにしておこう。レイム、どうだった？資産額の多い都道府県は、大学進学率が高くて、出来婚が少ないんだね。年収1000万以上が多い都道府県は、正社員比率が高くて、一人親家庭が少なかった。億万長者の多いところは、地価が高い。こんな感じ？そうなんだ。他にも掘り下げたいことはいろいろあるんだけど、またにしよう。都道府県で、それぞれ個性を比べると、いろいろ見えてきそうだね。駆け足でしたが、本日もご視聴いただきありがとうございました。皆様からのご質問やご意見をコメント欄で募集しています。チャンネル登録やご評価くださる方々に感謝しています。それではまた見てくださいねー。見てくれて、ありがとうだぜー。